皆さんこんにちは。会社員のための税金豆知識。今回のテーマは副業の税金、節税のいろはです。会社員にとっても身近になった副業。これからは年末調整だけでは事足りず、年明けから確定申告が必要となってきます。でも副業の申告ってどうするの？本業と副業の税金の負担はできれば少ない方がいいよね。など悩みは多いと思います。今回はそうした悩みを一つずつ解決できるように、講師のラグドール・ラテ先生から順にご説明します。第一に、年末調整から確定申告の大まかな流れを説明します。これからは年末調整だけでなく、確定申告をする必要がありますので、そのポイントを解説します。第2に、副業は給料と違って自分で必要経費を計算して所得を出さないといけません。それはどこまで OK なのか、家事費との区分も含めて解説します。第3に、ここまでの復習も兼ねてフリマアプリでの副業の具体的計算を見ていきます。税金がかかる場合、かからない場合とがあり、そのパターンを解説します。第4に、黒字の時の節税策として青色申告を見ていきます。主に申請期限、青色申告の特典のうち最も重要な特別控除について解説します。第5に、副業が赤字になった時の他の所得との通算、つまり総裁による節税について解説します。最後、第6に、確定申告でよくある誤解を最大のテーマ、副業がバレるとまずい場合の対応も含めて解説します。ぜひ最後までラテ先生と一緒に楽しんでいただければ幸いです。それでは早速始めましょう。第1に、年末調整と確定申告の大まかな流れを説明します。所得税の計算期間は毎年1月1日から12月31日までです。そして年末調整は毎年11月から12月頃に行われます。まず会社が自ら把握している本人の給与、源泉税、社会保険料などの情報を把握します。次に会社が本人からの申告により家族の氏名、生年月日、所得状況など天引きではない生命保険、損害保険、社会保険、住宅ローン控除の適用有無などの情報を収集します。その両者を加味して年間給与分の所得税額を確定精算します。確定額と11月までの概算額との差額は12月給与で会社が精算します。次に、その後の確定申告です。確定申告は申告義務がある場合と申告義務がない場合とで申告期限、すなわち締め切り日が異なります。申告義務がある場合は、翌年の2月16日から3月15日までに申告納税をしなければなりません。一方、申告義務がないけれども、申告すると所得税が還付される、すなわち申告する方が有利になる場合は、翌年の1月1日から5年間、還付のための確定申告書を提出することができます。それでは、副業収入あるいは家賃収入が発生した場合はどうなるのでしょうか。多くの場合、申告義務が発生し、翌年2月16日から3月15日までの間に確定申告をする必要が出てきます。ただし、稀に還付になることもあります。その確定申告は、会社から年末調整後に交付される源泉徴収票をもとに行います。ここで具体的な計算例の最初の部分を見ていきましょう。副業収入、家賃収入で設けた場合、給与収入から得られる給与所得と副業家賃収入から得られる所得とを合計し、その合計で確定申告をしなければなりません。副業による所得は所得税法上は事業所得または雑所得に分類され、家賃による所得は不動産所得に分類されます。なお、会社員で年末調整を済ませている給与所得以外には、副業、家賃の所得しかなく、かつ
その金額が20万円以下の場合には確定申告義務がなくなります。覚えておきましょう。ちなみに副業で儲からず赤字が出た時の税金還付のケースは後に説明する他所得との通算のところで見ていきます。第2に会社員が副業をした時の所得計算と必要経費との関係を見ていきましょう。まず所得計算の仕組みです。儲けである副業の所得は売上から必要経費を差し引いて計算します。この時副業の所得は給与所得と合算された後、各種控除を受け課税所得金額が算出されて、これに税率がかけられます。その結果、納税すべき税金、所得税、住民税が決まります。つまり、副業の必要経費の位置づけは、これが増えれば副業の所得が減り、最終的に税金が減るということになります。では、必要経費とは何でしょうか。給料の場合は、給与収入から会社が計算してくれる給与所得控除がいわゆる必要経費にあたり、その残りが給与所得となります。一方、副業の場合は、副業の売上から必要経費を自分で計算して、副業の儲けを計算しないといけません。特に自宅で副業している場合は区分けが大変です。明らかに売上のために必要な原価や費用、例えばフリマアプリでの副業の場合の仕入れ商品代などは必要経費になります。一方、どう考えても生活費の一部となるもの、例えば家族での夕飯の食材費などは家事費として必要経費にはなりません。そしてその中間、すなわち税法でいう家事関連費が一番取り扱いが厄介です。次にこれを解説します。家事関連費は図で言うと1にも2にも当たらず、かつ両方に関わりがある費用です。具体例で示しましょう。配達スタッフの副業の場合には、バイクを普段の買い物にも使うことがあります。この場合の燃料費、修理費などがこれにあたります。また、フリマアプリの副業の場合には、パソコンを自分の趣味で使うこともあるでしょう。この場合の通信費、電気代などがこれにあたります。ここで問題です。ズバリ、家事関連費は必要経費になるのでしょうか。次の3つから選んでください。1、必要経費になる。2、必要経費にはならない。3、必要部分が合理的な基準で区分できる場合には必要経費になる。正解は3です。必要部分が合理的な基準で区分できる場合には必要経費になります。ここでいう合理的な基準には、副業の実態に応じて様々な基準があり得るので、ここでは一例を示します。配達スタッフの副業の場合には、燃料費はガソリン代で区分、修理費は走行距離で案分計算する方法があります。フリマアプリでの副業の場合には、通信費はデータ通信料で案分計算、電気代は副業日と副業休日との差額計算をする方法があります。何が一番合理的な基準かは、副業をしている本人が一番よく分かっているはず。それが自ら申告する所得税の基本的な考え方となります。第3に、これまでご説明した内容も含めて、フリマアプリでの副業の計算を見ていきます。今ではメルカリが一番有名ですかね。この場合、商品の販売価格から購入代金、梱包費用など、送料、販売手数料を差し引いた残りが儲け、つまりフリマの所得になります。ここで問題です。ズバリ、フリマの所得には税金がかかるのでしょうか。1、フリマの所得には税金がかかる。2、フリマの所得は年50万円を超えなければ税金はかからない。3、フリマの所得は商品によって税金がかかる場合、かからない場合がある。正解は3です。販売する商品によって税金がかかる場合とかからない場合があります。まず、税金がかかるケースです。それは、他社からわざわざ商品を仕入れて、それを出品販売する、いわゆる転売の場合です。この場合には、販売価格から原価と費用を差し引いた儲けに税金がかかり、原則として確定申告が必要となります。この転売で税金がかかるケースは2つの種類に分けられます。1つはフリマに本腰を入れている事業的規模の場合、儲けは所得税法上事業所得に分類されます。後ほどご説明しますが、事業所得には
青色申告をすると得点があります。2つ目は、フリマを片手間で取り組んでいる事業的規模ではない場合、儲けは所得税法上雑所得に分類されます。いずれにしても儲けが出れば税金がかかりますが、転売での儲けが年間20万円以下の場合には例外もありますので注意してください。次に、儲けが出ても税金が一切かからないケースです。それは不要となった生活用品を出品販売する場合です。この場合には販売価格から原価と諸費用を差し引いた儲けは非課税所得として課税されません。いいことずくめのようですが、売って損が出た場合でも他の所得との通算のような救済制度はありませんのでご注意ください。フリマアプリの場合の具体例は以上ですが、どうでしょう。現実には不要となった生活用品の販売や転売での儲けも年間20万円以下というケースがほとんどで、確定申告をして税金のかかるケースはそう多くはないのではないでしょうか。第4に、黒字の時の節税策として青色申告を見ていきます。ここでは質問形式で申請期限、特典、そして特別控除について解説していきます。早速第1問です。会社員の太郎さんは新たに専用バイクと通信機器を購入し、配達スタッフの副業を始めました。事業開始は5月1日からで、所得税法上特典のある青色申告制度の適用を受けようと思います。この場合、税務署にはいつまでに申請すればよいでしょうか。1、その年の7月1日、すなわち開業した日から2ヶ月以内。2、その年の12月31日、年末の日。3、その年分の確定申告期限である翌年の3月15日。正解は1です。原則として新たに青色申告をする場合は、その年の3月15日までに申請書を税務署長に提出する必要があります。ただし、その年の1月16日以後に新たに開業した場合は、開業した日から2ヶ月以内に申請すれば、その年から適用を受けることができます。今回は5月1日新規開業ですから、7月1日までに申請すれば、その年から適用を受けられます。青色申告の特典の主なものとしては、青色申告特別控除、青色事業先住者給与、純損失の繰越控除、少額減価償却資産の特例などがあります。なお、個人での配達スタッフの場合は、以下の2つが重要です。1つ目は、青色申告特別控除です。課税される事業所得の金額は、総収入金額から必要経費を差し引いて計算します。この時、青色申告者については、青色申告特別控除の適用を受けることができます。その分、事業所得が減りますから、節税になります。次に、少額減価償却資産の特例です。取得価格30万円未満の減価償却資産を仕事で使い始めた場合、限度額はありますが、その年に全額必要経費にできます。したがって、その分、事業所得が減り、節税となります。次に第2問です。バイクと通信機器に初期投資をして副業を始めた太郎さん。会社休日、平日夜間の空き時間を利用して配達の仕事を続けました。経営は順調で、その年の12月までに70万円の利益が出ました。会計帳簿はパソコンソフトを利用して青色申告の要件を満たす正規の帳簿を作成保存しており、その年分の確定申告は e-tax で期限内に行う予定です。この場合に利益から差し引ける青色申告特別控除額はいくらでしょうか。1、10万円。2、55万円。3、65万円。正解は3、65万円です。太郎さんは副業を開始するに際して専用バイクと通信機器を購入するなど経営リスクを取り、会社休日、平日夜間に仕事を継続するなど片手間とは言えない事業を行っています。また、正規の帳簿を作成保存している。確定申告は期限内に e-tax で行っているなど、所定の青色申告要件を満たすことから65万円の控除を受けることができます。第3問です。会社員の美咲さんは
相続で得た不動産で6室のアパート経営を始めました。美咲さんも副業を始めた太郎さんと同じように、青色申告の申請承認手続きを受けました。経営は順調で、その年12月までに200万円の利益が出ました。会社帳簿はパソコンソフトを利用して青色申告の要件を満たす正規の帳簿を作成保存しており、その年分の確定申告は e-tax で期限内に行う予定です。この場合に利益から差し引ける青色申告特別控除額はいくらでしょうか。1、10万円。2、55万円。3、65万円。正解は1、10万円です。アパート賃貸は所得税法上で不動産所得に分類され、家屋5棟または鹿島10室に満たない規模の場合には、事業的規模に至らない規模とされます。その場合は、事業的規模に比べて各種経費や控除の取り扱いが異なります。青色申告の特典に関しても、青色申告特別控除が制限され、最高10万円までとなります。その他、青色事業先住者給与の適用もありません。5棟10室以上の規模でアパート賃貸業を行い、太郎さんと同じように正規の帳簿を作成保存する、確定申告を期限内に e-tax で行うなど、所定の要件を満たす場合には、65万円の青色申告特別控除を受けることができます。第5に、副業が赤字になった時の他所得との通算、つまり総裁による節税について見ていきます。会社員の副業は、給料と違って年によっては赤字になることがあります。その時税金は戻ってくるのでしょうか。まず、副業で損をした時の計算を見ていきましょう。例として、先ほど見たフリマアプリのケースを取り上げます。商品の販売価格から購入代金、梱包費用など、送料、販売手数料を差し引いた残り、普通はこれがプラスになるのですが、逆にマイナスになってしまうのが赤字です。ここで問題です。ズバリ、副業の赤字で税金は戻ってくるのでしょうか。次の3つから選んでください。1、税金が戻ってくる。2、会社員には税金が戻ってくるが、年金生活者には戻ってこない。3、副業の位置づけ、他の所得の状況により戻る場合と戻らない場合がある。正解は3です。副業の位置づけ、他の所得状況により戻る場合と戻らない場合があります。他社から商品を仕入れて、それを出品販売したけれど、1年間通したら赤字だったというケースで見ていきます。次の1、2、3ごとに赤字の取り扱いが異なります。副業に本腰を入れて事業的規模で行っている場合、副業は余暇の片手間で事業的規模ではない場合、不用品の出品販売で副業というより家事の一部の場合、まず本腰を入れている事業的規模の副業が赤字の場合です。これは所得税法上事業所得に分類されます。そうすると副業が赤字になった場合には、まず青色申告によりいくつか有利な取り扱いが受けられます。ただ、会社員にとって現実的に大きいのは、販売価格から原価と諸費用を差し引いた残りがマイナスになったとき、給与所得はもちろん年金の雑所得との総裁、税法上の通算を受けることができ、その分、所得と税金が減ることです。この時は、還付申告を忘れずに行いましょう。次に、片手間で取り組んでいる事業的規模ではない副業が赤字の場合です。これは所得税法上、雑所得に分類されます。この時副業が赤字になった場合には、事業的規模、本腰の場合と比べて不利になります。すなわち、販売価格から原価と諸費用を差し引いた残りがマイナスになったとき、年金生活者については、年金の雑所得との総裁、税法上の通算ができ、還付申告をすれば、その分所得と税金が減ります。しかし、本業の給与所得との通算はできません。続いて、損が出ても税金が一切戻ってこないケースです。それは、不要となった生活用品を出品販売する場合です。この場合には、
販売価格から原価と諸費用を差し引いた赤字は非課税所得に分類されます。非課税は黒字も赤字もなかったことになるので、儲けても課税されない代わり、損が出た場合でも何ら救済措置はありません。最後、第6に副業をされている方の確定申告でよくある誤解について触れておきます。まず、申告義務があるにもかかわらず、相続した不動産で得た賃貸収入を申告しないといった例です。所得税は申告納税制度を採用しており、自分で計算申告するという所得税法上の義務があります。会社の年末調整のように不動産所得を税務署が親切に計算して教えてはくれませんのでご注意ください。一方、副業の申告義務をきちんと果たしたのは良いけれど、その後の納税を書類が送られてくるまで待っているといった例です。申告したということは、税額も自分が正確に分かっているはずなので、3月15日までに自ら進んで納税するルールとなっています。これを忘れると、延滞税や加算税といった不利益を被りますのでご注意ください。次に、申告で税還付されるにもかかわらず、勝手に還付申告をすると会社に迷惑がかかると思っている例です。確定申告は国民の権利であり義務です。ご心配は不要ですので、堂々と確定申告をしてください。一方、副業がバレるとまずい場合の対応について触れておきます。税理士である所長からのアドバイスは、確定申告書第2表の住民税の徴収方法欄の丸の付け方だけです。特別徴収に丸をつけると、申告したデータが住民税用に会社に回ってきますから、副業が会社にバレる可能性があります。したがって、自分で納付に丸をつけます。そうすれば、住民税通知が会社には回りません。ただ、所長は会社の元総務部長でもあったそうで、その立場からの見解は、会社は住民税通知をいちいちチェックするほど暇ではありません。むしろ、周囲の噂や SNS でバレることの方が多いです。したがって本当に注意すべきは、日頃の言動に注意し、会社で手抜きをしないこと、万一バレた場合に備えて、あくまで非営利、すなわち社会貢献や社交の延長であるという主張を用意しておき、言い訳のできない副業はなるべく避けることです。実は会社では懲戒処分は上司も泥をかぶる上、その手続きも大変面倒です。今説明した注意を行わないことが、上司からはちょっと副業に近くてまずいけどこれからは注意しろよと言われるだけで済み、最悪の事態を免れるための最善策です。ここまでラグドールのラテ先生がお送りしました。今回のテーマは以上です。次回もお楽しみに。よろしければぜひチャンネル登録をお願いいたします。